いただきます。こんにちは、とうこママです。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、いつも使っている電子レンジ、扉が壊れ閉まりません。今までガムテープで留めながら使ってきましたが、電子レンジを買い替えることにしました。電子レンジなどを置いてあるこのスペースは外へつながる勝手口です。昭和の名残を感じる家の作りです。そこを DIY して物置にしています。無印良品の収納ケースの上に板を置いて電子レンジを置いています。この棚も自分たちで取り付けました。電子レンジの高さが変わるので、棚も一度全部外してから付け直します。新しいオーブンレンジを設置します。我が家の台所はキッチンの収納が少ないので、この勝手口のスペースが大活躍。もちろん収納がたくさんあるキッチンも憧れます。でも少し古く使い勝手の悪いところもありますが、この家の生活を楽しんでいます。新しく購入したオーブンレンジは東芝の石窯ドーム。350度の火力を出せるので、オーブン料理やパンを焼くのにはベストなオーブンレンジです。2段焼きもできます。ピザを試しに2枚焼いてみたら、どちらも同じ火加減で焼くことができました。焼き網がついているのも便利そうです。新しくなったオーブンレンジでの料理が楽しみです。子供たちのお迎えに行って帰ってきました。今日は新しくなったオーブンで料理をしてみようと思います。違うよ。もらったの。これいっぱいあるんだって、あのお家に。お母さんご飯作んないと。さあ頑張ろう。あー、お米がない。米びつ空っぽだよ。ああ。実家からお正月に新米をもらったので、米びつにいたします。さて、ここで少しご報告。今月より料理講師の仕事を始めることになりました。料理教室で料理の先生として採用していただきました。結婚前は食品会社に勤め、今は YouTube で子どもたちに作る料理の配信をしています。家で毎日料理を作っているとはいえ、教えるとなると覚えることもたくさんあり、毎日が勉強の日々です。家で料理の試作をすることも増えるので、オーブンレンジも買い替えました。いつかは世界中の方とつながれるオンラインの料理教室を自分で開きたいと思っています。YouTube は今まで通りに更新する予定です。子どもたちの育児、料理の先生、そして YouTube 配信とさらに忙しくなりますが、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さて、鶏肉のオーブン焼きを作ります。酒、醤油、みりんを混ぜ合わせます。同じ量の調味料を入れましたが、水分量が多くなってしまったので、酒はもう少し少なくてもよかったかもしれません。ここに入れるのは粒マスタード。鶏肉と粒マスタードは相性バッチリ。
コストコで買ってきた鶏もも肉を使います。桜鶏のもも肉です。キッチンペーパーでドリップを取ります。少しの手間ですが味がぼやけるので余分な水分はしっかりと取ります。包丁で筋を切ります。塩を振って下味をつけます。お肉におろしにんにくを揉み込みます。少し大きめに切り分けておきましょう。オーブンで焼くまでこのままお肉を漬け込みます。コストコで買ってきたじゃがいもを使ってじゃがいものチーズ焼きを作ります。どうやって泥がさ落ちるまで。こうまず縦切るでしょ。その後にこうやってポテト、ポテト、まあこんぐらいの厚さで切ってるでしょ。左手で押さえながら。塩を2つまみ、ホワイトペッパー、牛乳でじゃがいもを煮ます。じゃがいものでんぷんでとろみをつけるので、じゃがいもは水に浸さずにこのまま煮ます。ローリエは少しちぎってから加えると香りがよく出ます。じゃがいもが柔らかくなるまで煮ていきましょう。こんなに鬼描いたの？反対も。わあ、鬼いっぱい。節分だもんね。え？次に作るのはキャベツの黒ごま和え。キャベツを湯がいて黒ごまとめんつゆで和えるだけ。とっても簡単ですが、こういうシンプルな副菜は子どもたちも喜んで食べてくれます。キャベツの芯は硬いので薄く切ります。キャベツは 1,2 分湯がきます。キャベツを茹でていると幼稚園の給食室で働いていた頃をよく思い出します。給食は生の野菜は出せないので、よくキャベツを湯がいたサラダを作っていました。ここに人参やコーンを入れてドレッシングで和えたサラダを作っていました。水気を切ったキャベツにカニかまぼこを加えます。味の決め手となる黒ごまはたっぷりと加えます。あとはめんつゆを入れて混ぜるだけ。
箸が止まらなくなるキャベツの黒ごま和えです。トマト洗ってから食べてね、それ。鶏をオーブンで焼くときに一緒にブロッコリーとトマトを焼こうと思います。ブロッコリーのつぼみのところに土がいっぱいついていたので、よく洗っておきます。ブロッコリーとトマトに塩、そしてオリーブオイルを絡めます。塩を振ると浸透圧で野菜から水が出てしまうので、焼く直前に和えるといいです。さて、鶏肉をオーブンで焼きましょう。新しいオーブンは天板も大きくなったので、たくさんの量が焼けるのも嬉しいです。鶏肉3枚分が置けました。上にブロッコリーとトマトも乗せましょう。230度に予熱しておいたオーブンで18分焼きます。じゃがいもが柔らかくなりました。冷蔵庫に余っていた生クリームがあったので、ここに加えます。耐熱容器に移します。じゃがいもを牛乳で煮て、チーズをのせて焼くだけ。とても簡単ですが、美味しいんですよね。とろけるチーズをたっぷりとのせました。トースターで焼きましょう。今日はオーブンにトースターと大活躍です。さて、サラダを作りましょう。ベビーリーフとグリーンリーフを使います。今日のサラダは子どもたちが大好きなオレンジを入れます。オレンジの皮は厚めに剥きます。薄皮の横に包丁を入れ、オレンジだけを取り出します。オレンジの果汁も残さずいただきたいので、ボウルの上で切るといいです。薄皮の周りも美味しい実がついているので絞ります。あとは盛り付けるだけ。オレンジが入ると色も鮮やかでいいですよね。残ったオレンジ果汁を使ってドレッシングを作りましょう。塩を2つまみ、酢大さじ1を入れてよく混ぜ合わせます。その後にオリーブオイルを大さじ2入れればオレンジドレッシングの完成です。
いい色に焼けました。鶏もも肉のマスタード焼き。オーブン料理はオーブンに入れてしまえば手間がかからないのでいいですよね。ポテトのチーズ焼きも焼き上がりました。お腹が空いてきました。さて、ご飯が揃ったのでみんなで晩ご飯にしましょう。いただきます。あ、スプーン出して。野菜も食べてみんな。これさ、オレンジ取った人はちゃんと野菜も食べることいい？マカロニは？マカロニとじゃがいも。オレンジ食べるの？オレンジ食べたら葉っぱも食べる。キャベツがすごい一番人気なんだけど。チーズのせてやる。食べな。キャベツも一玉に食べるから。おいでしいた。どれだけ多い。ねえ、多いよ。どこに入れる？知ってる。どこに入れる？わあ。俺の頭。これから。オーブンレンジが新しくなったので、これからいろんなオーブン料理にチャレンジしてみようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。